はいどうも JMK ライドのファルコンです。フリースケートの練習方法やコツなどを教えてます。今回はスイッチヒットの練習方法について説明したいと思います。スイッチヒットとは前足と後ろ足を入れ替えるトリックになります。後ろ足をお腹側に送って入れ替えるパターンと、後ろ足を背中側に転がして入れ替えるトリックの2種類があります。今回はまず先にスイッチヒットの重要なポイントについて説明していきます。重要なポイントは5つあります。1つ、ストリック時の足のスタンス。2つ、デッキの入れ替え方。3つ目、足の乗せ替えるタイミング。4つ目、後ろ足のデッキのスローの仕方と位置について。5つ目、トリックし終わった後のデッキの足の乗せ方についてになります。1つ目のトリックするときの足のスタンスについてなんですが、まっすぐ進んでいるとき、デッキが一直線に並んでいると思います。で、今回は足を入れ替えるので、足の位置を前後に開いてずらすようにしてください。そうすると直線で入れ替えようとしたときにぶつからなくなるので、トリックするときのスタンスとしては足をお腹側と背中側に開くようにしましょう。2つ目、デッキの入れ替え方についてです。デッキの入れ替え方、それぞれの足を交差させてデッキに乗る。これは乗り方として誤りです。というのも、まず前足のデッキを進行方向と逆の方向にスローするのが難しいっていうのが1点。あともう一つが、両足のデッキをそれぞれ別の動きをさせてしまうと、両方のデッキを目で追わないといけなくなってしまうっていうのと、あとそれぞれ、キャッチするタイミングがずれてしまうので、このやり方は良くないです。じゃあ実際どうやったらいいかというと、前足のデッキの位置は動かしません。後ろ足のデッキだけスローさせて、前足のデッキを越えたら飛び乗るようにしましょう。はい、3つ目、デッキを乗せ替えるタイミングについてなんですが、両足同時にジャンプして乗せ替えるわけではありません。では実際どういう動きかというと、後ろ足のデッキをスローして離して、前足のデッキを越えたら、前足があった位置に後ろ足を乗っけて、前足をスローしたデッキに乗るというような形になります。はい、4つ目、後ろ足のデッキのスローの仕方と位置についてですが、後ろ足のスローをするときには、寝かさずにまっすぐ転がしてください。これがもし倒れてしまうと弧を描いてしまうので、デッキの向きが変わってしまうんで、必ず寝かさないようにしてください。あと後ろ足のデッキの位置についてなんですが、前足より遠いところからスローしてしまうと、後ろ足のデッキが前足のデッキを越えるまでの間、デッキが倒れてしまう可能性もあるし、デッキがまっすぐ転がらずにどんどん前足から遠くなってしまう可能性もあるので、この誤差をなるべくなくすために、前足のデッキになるべく近いところからスローするようにしてあげてください。5つ目、トリックが終わった後のデッキの足の乗せ方についてなんですが、通常板の形に合わせて足を乗っけていると思います。こんな感じですね。これが今回デッキを入れ替えるので、トリックし終わった後デッキが逆になってます。自走するときと同じく板の形に合わせて足を乗せてしまうと内股になってしまいます。これだと乗りにくいので、デッキが入れ替わった後の乗り方は、板の形は無視してウィールの向きに合わせて足をガニ股に乗せるようにしてください。こうなります。このように乗せるようにしてください。じゃあこの5つのポイントをしっかり理解した上で練習に移っていきましょう。今回のこのスイッチヒットは、
前足のデッキは動かしません。で、後ろ足のデッキを動かすので、後ろ足のデッキのスローと、あとは前足でのキャッチっていう練習方法と、前足のデッキ動かさないので、前足のデッキを後ろ足で乗り換えるっていう動作を2つそれぞれ分けて練習してみましょう。はい、それではステップ1です。ステップ1では後ろ足のデッキだけ使います。前足は地面についている状態、後ろ足のデッキに乗ってください。で、まずは後ろ足のデッキをスローしてみましょう。で、前足の位置を超えたら前足でキャッチする練習で、この時後ろ足は必ずもともと前足があった位置に足を置くようにしてあげてください。はい、ステップ2です。ステップ2では前足のデッキだけ使います。前足をデッキに乗せている状態、後ろ足は地面についている状態にしてください。で、前足のデッキは動かさないので、前足のデッキに後ろ足を乗せ替える練習をしましょう。この時に、前足乗せ替えた後の前足は後ろ足のデッキをスローしたと仮定してキャッチする位置に足を置くようにしてあげてください。はい、ステップ3です。両足の動きが分かってきたら、今度は、両足デッキに乗った状態で、これで手すりを持って入れ替えてキャッチするところまでやってみましょう。ステップ4です。ここまで来たら自走しながらスイッチヒットをやってみましょう。自走の中でスイッチヒットがうまくできない場合は、その原因を必ず突き止めてください。前足のデッキに乗れないのか、後ろ足のスローがうまくいかないのか、その原因が分かったら、ステップ1から3を繰り返しやってみてください。最後にスイッチヒットでやりがちな失敗例を3つ紹介します。はい、これは後ろ足のスローするデッキの位置が遠すぎるので、後ろ足のデッキが前足のデッキを超えるまでの間、ずっと前足でワンフッターで耐えてないといけないっていうことになりますので、かなりの前足のワンフッター力が必要になるので、なかなか成功しません。なので、後ろ足のスローする位置をなるべく前足に近づけてやるようにしてみてください。はい、これは両足同時に足を離してしまっているのが原因になります。両足同時に足を離してしまうと、後ろ足をスローしたタイミングで両足で飛んでしまっているので、後ろ足のデッキがまだ来る前に前足が着地してしまいます。なので、後ろ足のデッキを先にスローして離してから、前足のデッキを越えたら前足のデッキを離して後ろ足両足同時に乗るようにしてあげてください。はい、これは高く飛びすぎです。地面でジャンプするのと違ってフリースケートの上でジャンプするっていうのは結構難しいです。ジャンプするというイメージではなく、足を乗せ替えるというような形でやってみてください。はい、これで説明は以上になるんですが、スイッチヒットって結構一瞬で足を入れ替えてしまうので、足のスタンスであったり足を離すタイミングっていうのが分かりづらかったりします。なのでスローモーションの動画を別でアップロードしますので、そちらも参考にしてみてください。はい、今回はこれで以上になります。また見てください。